幸せそうな人ほど誰にも言えずに壊れていく理由。いつも笑っているあの人が帰り道でふと泣いているかもしれない。家庭も仕事も人間関係も順調そう。SNS では幸せな写真が並び、誰もがうまくいってる人だと信じている。だけど本当のところは誰にもわからない。笑顔の下で人知れず心が崩れていく人を何人も見てきた。幸せそうに見えることと本当に幸せであることは全く別の話だ。この動画は誰かの人生が羨ましいと感じたことがあるあなたのためにある。そして幸せそうに見られることに疲れたあなたのためにも。笑顔の裏にあるもの。あの人幸せそうだな。明るくてよく笑って周囲からも好かれていて人生うまくいってる。誰もがそう思っている。本人ですらそう信じようとしている。でもその幸せそうの裏側に誰も触れようとはしない。目に見えるものは美しく飾られている。綺麗な服、楽しそうな投稿、家族との写真、成功を語る肩書き。けれど本当に幸せな人はそれらを声高に語らない。なぜなら幸せとは見せるものではなく感じるものだと知っているからだ。誰かに見せるための笑顔は長く続ければ続けるほど自分を置き去りにしていく。幸せそうに見えることが目的になってしまったとき、人は心のどこかを少しずつ削っていく。誰にも気づかれないまま静かに確実に30代、40代、50代と年齢を重ねるほど人は見られ方に慣れ、強くあることに縛られる。弱さを見せられない立場になり、本音よりも空気を優先するようになり、本当は辛いと言えないまま日々をやり過ごすようになる。けれど忘れてはいけない。幸せを演じている限り本当の幸福にはたどり着けないということ。この動画で問いかけたいのはただ一つ。あなたは本当に自分のために幸せであろうとしているか、それとも他人に幸せそうと見られるために生きていないか。笑顔の裏にある孤独に目を向けたとき、初めてあなた自身の心と向き合えるかもしれない。演じ続ける人生の疲労感。最近どうと聞かれたとき、本当はしんどいよと言いたい。でも口から出るのはいつも元気だった。誰かの前でいつの間にかいい人を演じている。家庭では頼れる親でいようとし、職場では笑顔でこなすリーダーを装い、友人の前では冗談を飛ばして場を明るく保つ。周囲が自分に求めている役割を無意識に察してはそれに応えようと動き続ける。優しさでも責任感でもない。ただそうしないと自分の存在が否定される気がするから。だけど本当は疲れている。心のどこかでは気づいている。自分が自分ではない何かを演じ続けていることに。人は一日何千回もどう見られているかを意識している。笑う時の角度、言葉の選び方、リアクションの大きさ、その全てが無意識の演技になっている。誰かの期待に応えることでしか自分の価値を測れなくなっていく。だがその生き方は確実に人を摩耗させる。表情は笑っているのに心の中では虚しさが広がっていく。なぜなら演じた自分が評価されるたびに本当の自分はますます取り残されていくからだ。気づけば喜びすらも嘘っぽく感じるようになる。嬉しいと思って笑ったのか、嬉しそうに見せるために笑ったのか、その違いすらもうわからない。他人の期待に応えることでしか自分の存在価値を保てないとしたら、それはもう人生そのものが他人のものになっているということ。もしあなたが誰にも気づかれないように深くため息をつくことが増えたなら、それは演じすぎているサインかもしれない。そして演じることに慣れすぎた人間が一番見失いやすいもの、それが本当に自分はどう生きたいのかという問いだ。羨ましがられる人生が作る地獄。誰かに羨ましがられるたびに自分の存在が肯定される。そう感じていた時期があった。良い暮らし、安定した仕事、パートナーとの関係、何もかもが理想的と言われ、褒められ、称賛された。だがそれは他人の基準でうまくいっているだけだった。本当の満足感とは違う。周囲の期待に応えれば応えるほど、もっと完璧に見られたいという欲望が膨らんでいく。気づけば誰かの羨望が自分の人生のゴールになっていた。だがそのゴールには終わりがない。どれだけ手に入れても、どれだけ見せつけても、誰かの上に立っているという感覚はすぐに薄れていく。なぜなら他人はすぐになれるし、すぐに飽きるから。称賛の言葉はやがて無関心に変わり、無関心は時に嫉妬や悪意に変わる。それでも称賛を失いたくない一心で、さらに上へ、さらに完璧へと自分を追い込んでいく。その姿はもはや自由ではない。幸せそうな自分というイメージに縛られ支配されているだけだ。そして何より残酷なのは、どれほど努力しても本当の自分は誰にも知られないという現実だ。誰かのために完璧を保ち続ける人生は
自分の感情を殺すことで成り立っている。疲れたとも言えず、もうやめたいとも言えず、ただ期待に応える機械のように動き続ける。羨ましがられることでしか価値を感じられない生き方は、表面だけが輝いて中身がどんどん空っぽになっていく。もし今あなたがもっと見せなきゃ、もっと認められなきゃと思っているなら、それはすでに羨望の檻の中にいる証拠かもしれない。そしてその檻は自分で気づかない限り誰にも壊すことはできない。なぜ本当の不幸は言葉にされないのか。本当に苦しい時、人は静かになる。声が小さくなるのではない。言葉そのものを飲み込んで表情の奥に隠してしまうのだ。心がこすり減っている時ほど大丈夫と笑うようになる。誰にも迷惑をかけたくなくて、誰かに心配されるのも申し訳なく思ってしまう。辛いといえば気を使わせてしまう。助けてといえば重く受け止められてしまう。だから黙る。だから笑う。けれどその沈黙は決して無害ではない。それはゆっくりとだが確実に心の奥を腐らせていく。強く見える人ほど実は脆い。完璧に見える人ほど誰にも頼れない。なぜならしっかりしてるねと言われてきた人生の中で弱さを出すことが裏切りのように感じるから。30代、40代、50代、それぞれの人生のステージで泣いている時間なんてない。立ち止まるわけにはいかないと誰もが自分に言い聞かせながら無理を重ねていく。でも限界は確実に訪れる。本当の不幸とは苦しい状況そのものではない。それを誰にも言えず笑顔の仮面をつけたまま日々をやり過ごすことなのだ。たとえ声に出さなくても心が発しているサインは確かにある。ため息の多さ、眠りの浅さ、イライラする頻度、自分すら気づいていない異変が体と行動に現れている。そしてそれに気づけるのは他人ではなく自分自身だけだ。誰にも見えない沈黙の中で今何を感じているか、その声に耳を澄ますことが本当の幸福への第一歩かもしれない。幸せアピール中毒という病、誰に見せるでもなく自分の心の中でそっと噛みしめるような幸福、それがかつての幸せだった。だが今は違う。誰かに伝えたくなる。誰かのいいねが欲しくなる。幸せは感じるものではなく証明するものになってしまった。 SNS に投稿する写真の角度、フィルター、文字のトーン、すべてがどう見えるかを前提に選ばれていく。何を感じたかよりもどう見えるかが優先されている。それはなぜか。人は他人の目を通して自分の価値を確かめようとするからだ。本当は不安なのだ。自分が満たされているかどうか、ちゃんと幸せなのかどうか。だからこそ人は幸せそうな自分を外に向けて発信し続ける。見てもらえれば自分は間違っていなかったと思えるから。反応があればこの人生でいいと思えるから。でもその仕組みは非常に危うい。反応が鈍い日、誰も見てくれない瞬間、その時自分の幸福感までもが揺らぎ始める。私本当に幸せなんだろうか。誰も羨ましがってくれない。そんな不安がじわじわと心を侵食してくる。これがアピール中毒の正体だ。自分の幸せを自分以外の誰かに委ねてしまう病。本当の幸福を感じる力が見せることに奪われていく。そして気づいた時には幸せは誰かの反応があって初めて成立するものに変わっている。それはもう幸福ではなく依存だ。本当に幸せな人は SNS に何も投稿しなくても満ちている。誰かに評価されなくても心が静かに安定している。逆に常に発信し続けなければ不安になるなら、それは幸せそのものが演出になってしまっている可能性がある。見せるための幸せと心で感じる幸せ、あなたが手にしているのはどちらだろうか。見せかけの幸せに騙されるな。人はいつから他人の人生を基準にし始めたのだろう。誰かの楽しそうな投稿、誰かの華やかな暮らし、誰かの幸せそうな顔が気づかぬうちに自分の物差しになっていく。そしてある日ふと思う。なんで自分はあんな風に幸せじゃないんだろう。何が足りないんだろう。だがその問いの前提こそがそもそも間違っている。目に見える幸せの多くは演出された断片に過ぎない。人はうまくいっている瞬間しか見せない。辛い日常や泣いた夜や無力感に襲われた朝は誰もシェアしない。だから比較はいつも編集された幸せとの勝負になる。負けて当然なのだ。現実の自分と切り取られた他人のベストショットを比べているのだから。けれど人はその構造に気づけない。みんなうまくやっているのに自分だけが苦しい。そう錯覚した瞬間から人生のリズムは他人に握られてしまう。もっと頑張らなきゃ、もっと認められなきゃ、もっと幸せそうに見えなきゃ。そうして自分を追い詰め、足元にあったはずの幸せにすら気づけなくなる。本来幸福とは静かで個人的なものだ。他人に認められなくても
感じられるもの。だが比較が入り込んだ瞬間、その幸福は勝ち負けになり、誰かに勝てた時だけ成立するものにすり替わってしまう。これは心の構造が生む罠だ。他人の幸せに騙され、自分の幸せを疑い、やがて自分の人生そのものが信用できなくなる。もし今、あなたが自分には何もないと感じているなら、それはあなたが劣っているからではない。見せかけの幸せに心を引きずられてしまっているだけだ。あなたの人生は他人のショーウィンドウの中にはない。本当の幸せは外から見えない場所でひっそりと、けれど確かに育っていくものだ。本物の幸せは静かに咲く。本当に満たされた人は多くを語らない。見せびらかすこともなく、競うこともなく、ただ静かに自分のペースで人生を歩んでいる。その姿には華やかさも派手さもない。けれどそばにいるだけで心が落ち着く。言葉の選び方、目の奥の柔らかさ、そして沈黙を恐れない姿勢。そこには誰かに勝とうとする力みも、何かを証明しようとする焦りもない。ただ今ここにいることに対する深い納得がある。そういう人たちは幸せを達成ではなく感受として生きている。何かを手に入れたからではなく、何もなくても今日を感じられることそのものに意味を見出している。例えば朝の光を浴びるとき、誰かと心の通う会話を交わすとき、ふと手にしたコーヒーの湯気が優しく立ち上るとき、そんな小さな瞬間にこそ幸せの本質は宿っている。それは SNS に映えることはないし、誰かの称賛を集めるものでもない。だからこそ純度が高い、そして壊れにくい。逆に外から見える幸せほど脆い。誰かの反応に依存し、状況が変われば簡単に消えてしまう。だが本物の幸せは誰にも奪えない。それは自分の内側に根を張り、静かにしかし確実に花を咲かせていく。目立たなくていい、羨ましがられなくていい。ただ自分が自分としてあれる時間こそが何よりも価値ある幸せなのだ。何かを見せるためではなく、誰かと比べるためでもない。心がすっと一つの場所に収まるような、そんな感覚。それが見せかけではない本物の幸福だ。そしてそれはあなたのすぐそばにもうあるのかもしれない。誰かのいいねより自分の好きを生きる、自分の人生を生きたいと願いながら、どこかで他人の目を気にしてしまう。どれだけ言葉を尽くしても幸せそうに見える自分を手放せずにいる。けれどそろそろ気づいてもいい。人からどう見られるかを軸に生きていたら一生自分の幸せにはたどり着けないということに。本当の幸福は正しさではなく自分らしさの中にある。もっと肩の力を抜いていい。もっと素直になっていい。たとえ誰かに誤解されても、あなたがこれが好きと思えるものを選んでいい。完璧じゃなくていい。強くなくていい。幸せそうに見えなくても、幸せでいようと無理しなくてもいい。あなたが笑いたい時に笑い、黙りたい時に黙り、話したい時に心を開ける場所があるなら、それだけで十分すぎるほど豊かだ。誰かのいいねはただの数値だ。けれどあなたの好きは人生そのものを変える力を持っている。もう見せるために生きなくていい。誇示するために頑張らなくていい。本当の幸せは静かで穏やかで、他人が決めるものではない。あなたがあなたのままで、今日もまあまあ悪くないなと思える日々を積み重ねていくこと。その姿こそが誰よりも美しく、誰よりも幸せなのだと思う。